皆さんこんにちは、シンクラ工房です。今回は HG ベギルペンで作っていきたいと思います。こちらは名前の言いにくさと大きな盾が特徴になっています。それでは早速作っていきます。まずはランナーから部品を切り離すんですが、その際に少しゲートを残した状態で切り離します。残ったゲートはこの後処理していくんですが、しばらくニッパーの切り出し音をお楽しみください。すべての部品の切り出しが終わりました。量はそんなになかったんですけど、盾とかライフルが大型のせいか HG にしては大きめの部品が多かった印象です。それでは次にこちらの残したゲートの処理をしていきます。それではこちらオーロックスの型番ニッパーを使って残ったゲートを切っていきます。まずは部品とギリギリのところを切っていきます。これだけでもねだいぶ滑らかになるんですけど、このまま塗装するとやはり少し出っ張りが目立ってしまうので、この後ヤスリをかけて処理していきます。今回はガラスヤスリに水をつけてゲート跡を水研ぎしていきます。結構これだけでも滑らかになるんですけど、この後にスポンジヤスリのフィニッシャーも使って磨いていきます。ゲート跡が残っていると塗装の際に目立ってしまうので念入りにやっていきます。次に筋彫りをしていくんですが、今回はこちらの段になっている部分にモールドを追加する形でやっていきます。倍速再生なので結構スイスイやっているように見えるんですが、実際は優しくなぞるように力を入れずにやっています。力を入れすぎると面が荒くなってしまうので注意しましょう。ベギルペンでの仮組みが完成しました。淡い紫と赤のツートンのカラー、なかなか珍しい色合いですね。それではこの後塗装に入っていきます。前回のミカエリス同様テカテカに仕上げていきたいと思いますのでご覧ください。まずは塗装前に部品の洗浄に入ります。食器用洗剤を使ってよーく油分を落としていきます。それでは皆様お待ちかねの塗装に入っていきたいと思います。まずは紫色の部品を GX メタルバイオレットで塗装していきます。GX 系の塗料は隠蔽力が強い上に発色がかなりいいんですよね。僕のお気に入りの塗料です。塗装前と比べるとこんなに色の違いが出ました。次に GX クリアパープルを使って上塗りしていきます。これを重ねることによってキャンディー塗装みたいな綺麗な感じに仕上がるのでご覧ください。はい、完了しました。テカテカになりましたね。塗装前と比べると色の深みが出てすごくいい感じになりました。続いて赤い部品は GX メタルレッドを使用して塗装していきます。塗装前と比べるとこんな感じです。結構キラキラになってていい感じですね。次に GX クリアルージュを重ねていきます。先ほどのパープル同様、やはり深みが増してかなりいい色になります。塗装前と比べるとすごくいい赤になりました。次にシールドの裏側の部分やフレームをダークステンシルバーを使って染めていきます。今回は黒を少量混ぜて少し暗めのシルバーに調色してあります。これは金属感のあるいい感じに仕上がりました。次にバックパックについているバーニアの部分の内側をスターブライトブラス、ゴールド系のちょっと黄色がかってるやつですね。それで染めていきます。バーニアの外側の部分はスターブライトシルバーで染めていきます。この時に先ほどゴールドで塗装した内側に塗料が入り込まないように注意しながら塗っていきます。少し斜め上から塗装していると内側に入り込まないので安心です。それではバーニアが仕上がりました。内側と外側色が違っているとやはりかっこいいですね。それでは墨入れをしていきます。今回はエナメル塗料の蛍光グリーンを薄め液でシャバシャバに薄めたものを使用しています。薄めることによって溝にきれいに流れ込んでってくれるんですね。
下地の紫が濃すぎてあまり目立たないので伝わりにくいですね。ブラックライトを当てるとものすごい変化が起きるのでお楽しみにしていてください。はい、どうでしょうか。ブラックライトを当てるとモールドに入り込んだ蛍光塗料が発光してすごく毒々しいですね。はい、仕上がりはこんな感じになっているんですが、はみ出している部分があるのでこちらを処理していきます。エナメル塗料はエナメル溶剤を使うことにより溶かすことが可能です。そのため綿棒につけてはみ出した部分にこすることによって簡単に処理することが可能です。エナメル塗料のいいところは今回塗装で使用したラッカー塗料に影響を及ぼさないということです。処理前の状態と比べるとかなりかっこよくなってますね。めちゃめちゃ毒々しい。次に頭頂部のモールドの部分にエナメルの蛍光レッドを塗っていきます。今回の場合はシャバシャバにしすぎると余計なところに流れ込んでしまうので原液のまま使っています。かっこよく発光していますね。次にガイアノーツの蛍光クリアを塗っていきます。このクリアはブラックライトを当てることにより青く発光します。これを全体に塗るのではなく、あえて縁の部分だけ塗ることにより怪しく発光するんですね。かなりいい感じになるので塗装後をお楽しみにしていてください。今ブラックライトを少し遠いところから当ててるんですけど、筆が通った部分発光しているのがわかるかと思います。いい感じになってきましたね。ブラックライトを近づけるとこんな感じで、この状態で塗りムラがあるかを確認し修正をかけていきます。こちらのパーツが太ももの部分なんですけど、正面のところにくぼみがあるのでシルバーのエナメル塗料を使って筆塗りしていきたいと思います。こんな感じで見た目がかなり変わってかっこよくなりました。次にシールドの面が大きい部分なんですけど、こちらをさらにテカテカにするために一度フィニッシャーヤスリをかけていきます。この時に削りすぎてしまうと角の部分の方から塗装が剥げていってしまいます。やりすぎには注意しましょう。こちらがヤスリがけ後の状態になるんですが、くすんでしまって先ほどまであった光沢が全くないですね。しかしこの上にクリアを塗ることによって先ほどよりも光沢を増すことができます。それでは塗っていきましょう。この時のクリアはいつもより少し薄めに希釈をして薄く塗ることをお勧めします。はい、こんな感じでまたテカテカに戻っていい感じになりました。それでは塗装が完了したので部品を組み付けていきます。まずは頭部からこんな感じに仕上がりました。続いて胴体、紫に緑の墨入れが毒々しいですね。はい、こんな感じでリアスカートのテカテカ具合もいい感じですね。続いては腕の部分、こちらも光り輝いています。はい、組み立てるとこんな感じ。ブラックライトを当てるとちょっと分かりにくいんですけど、クリアパーツ発光しています。赤地に緑で発光しているとなんかダリルバルで思い出しますね。続いては足の部品、こちらパーツ点数は多かったんですけど、それによっての可動域がものすごくいい感じ。紫と赤の色合いも慣れてくるとかっこよく感じてきますね。続いてはバックパックの組み立てに入ります。先ほど塗装していたバーニアの部分がなかなかいい感じに見えます。やはりこのゴールドは好きですね。続いてはライフルです。こちらは赤いエナメル蛍光塗料を使って墨入れしてみました。次にシールドの部分です。このシールドがね、稼働する部分、発光する部分かなり多くてかっこいいです。なおかつでかい。テカテカ具合もなかなかいい感じですね。最後に全てのパーツをドッキングして完成となります。それでは完成品でポージングをとって遊んでいきましょう。まずは塗装前と後の比較をご覧ください。
全体的に色が濃くなってかっこよくなってますね。ブラックライトを当てるとこんな感じで発光します。これが正面から発光させた感じ、すごくいい感じですね。そして戦闘シーンのビームサーベルを構えているシーン、こちらがアンチドートを発動してシールドを飛ばしているシーンですね。もう何をやってもかっこよく見えてくる。そしてこのなんかバーチャロン感がすごい。今回のベギルペンデ、名前が相変わらず言いにくいですが、テカテカに塗装した後に蛍光塗料で発光させる、いかがだったでしょうか。過去の動画や次回の動画もぜひご覧ください。それでは今日もありがとうございました。